こんにちは。今日はちょっと一つ目的があって沖縄に来ているんですが、今回はいろんなビラでちょこちょこ滞在をしていて、その中でもこの3日間は竹富島の星のや、なんか集落みたいな形になっているんですが、星のや竹富島の紹介をしたいと思います。竹富島って4つ集落があるらしくて、ここはもう本当に竹富島の星のやがもはやもう集落みたいな感じになってるみたいで、ここ一帯は全て、星のや竹富島で構成されてます。で、今日はとってもお天気も良くて、いいお天気が続いていて良かったです。じゃあ早速ちょっと中も紹介していきます。まずはじめにアクセスからです。東京から那覇で滞在後石垣島へ飛び、石垣島からはフェリーで10分程度とかなり近かったです。到着したら星のやのバスがターミナルにお出迎え、予約不要で星のやまでは10分ほどかけて連れて行ってくれました。チェックインは開放感のあるレセプションにて、月桃とシナモンのオリジナルハーブティーと月桃の葉で蒸した羊羹をいただきました。部屋でもチェックインはできるようです。チェックイン後はゴルフカートのようなミニカーで宿泊するヴィラまで送ってもらえます。島内の集落を踏襲した作りになっているそうで、世界観に引き込まれます。白いサンゴの家の周りを囲む琉球石灰岩を積み上げたグックという砂の小道の横には石垣で囲まれており、絶妙な高さでそれぞれのヴィラのプライバシーが保たれているようです。すべて一棟貸しなので、家族4名利用のため2棟借りました。星のや集落は全体で2万坪、その中に48棟宿泊棟があるそうです。今回は年末年始ということで、新年をお祝いする日本酒がお土産としてありました。星のやは来るたびにイベントを何かやっている印象ですね。リビングスペースの目の前の縁側も開放的な作りで、大きな窓も全開放できます。今回滞在中借りた2棟は琉球畳が敷き詰められたキャンギとフローリングの作りのガジョーニ。ゴロゴロするという観点では、畳のキャンギはベッドと床の境界線がなくくつろぐことができます。一方でバスタブはキャンギは普通のバスタブで、間違いなく利便性はこちらが良いのですが、ガジョーニはリビングの奥にバスタブがあり、デザイン性は圧倒的にガジョーニが勝ります。夜もいいですが、ガジョーニであれば昼間からバスタブに浸かるのもいいですね。アメニティは基本星のやオリジナル。シャンプー、コンディショナーは普通なのですが、スキンケアのリーリオは嫌いじゃないです。星のや竹富島ならではのアメニティは琉球バスソルトと月桃バーム。保湿力が高くていい感じでした。ちなみにさっきのベッドルームはキャンギ、こちらはガジョーニですが、ベッドルームは畳で作りは同じなんですが、他がフローリングなので、これはもう完全に好みだと思います。リビングの寝そべられるソファーもガジョーニはフローリングの上にあります。外からはこんな感じ。石垣がなければ全部見えちゃいますね。象形文字のような案内板に沿ってユンタクラウンジへ。ラウンジの横には一年中24時間泳ぐことのできるプールがあります。沖縄でも冬はホテルのプールは屋内や温水もしくはプライベートでない限り、基本的に冬場は閉まっていることが多いんですが、一年中でさらに24時間使えるっていうのが珍しいですね。新年の装飾にお迎えされながらユンタクラウンジに入ると、タコ揚げのタコだったり機織り機だったり様々な体験ができるようになっています。機織りは竹富島で昔から伝わるミンサ織りという2種類の四角模様が特徴の織物を教えてもらいながら織ることができるそうです。1000円でしおりを織れるようですね。
お土産コーナーもあります。アメニティにゲットバームなどもここで購入することができます。ライブラリもありますが、私は本より団子、お茶受けコーナーにまっしぐらです。飲み物は三品茶やハイビスカスジュース、お菓子は紅芋タルトやチンスコーなどもあり、朝昼晩や日替わりで異なるようでした。島のひとときという季節によって異なる軽食に近いもの、ジーマミー豆腐などもアフタヌーンティーの時間には出してもらえます。いろいろなお菓子が出てきて、本当に滞在中は楽しめました。部屋に戻って夕食をインルームダイニングで、この日は海鮮しゃぶしゃぶですね。今回の滞在中は基本はルームダイニングで、ただ冬季限定の島テロワールを味わいたかったので、2日目か3日目にダイニングも利用しました。テロワールとは生産物を育てる際に影響する土壌や天候、歴史、人の営みのことを言うそうです。なので島テロワールのコースを通して竹富島の大地で育った旬の食材をふんだんに使った体験ができるということなんだと思います。ペアリングも含めて大満足のコースで、美味しいだけでなく量も十分で、食いしん坊でも嬉しい食体験でした。星のや東京に滞在した時もそうでしたが、発酵食材を取り入れた免疫力を高める食事に力を入れてくれているのも嬉しいポイントです。朝はもずくそばとジューシーおにぎり。個人的にはもずくそばが好きすぎて滞在中ずっと食べていました。昼もインルームダイニングをお願いしていたので、毎朝どころかランチももずくそばを食べていた気がします。星のやの敷地だけでも広いので、滞在中は一歩も外に出なかったんですが、家族は島のビーチや集落なんかも観光していたようです。基本インルームダイニングだったので、少しは体を動かそうと散歩がてら敷地内の高台へ行ったりしてました。高台からは星のやの集落を見渡すことができます。天気が南国気候で、曇っている時もあれば真っ青な青空の時もあり、そんな中いきなり雨が降ることもあるという感じでした。この日は毎日の日課としてユンタクラウンジへ。滞在中はずっと館内着を着て過ごしていました。緑が青々としていて、ハイビスカスの花もそこら中に綺麗に咲いています。ちなみに夜のプールはこんな感じ。星のや竹富島はライトが最小限なので、ビラや外を散歩していても星空が綺麗なのですが、夏場にプールで足を水につけながら空を見上げるのも素敵そうだなと思いました。日中ももちろんいいですが、眩しそうなので泳いだり芝生でゴロゴロ日光浴をするのも楽しそうです。私はというと、紅芋タルトを食べにまっすぐラウンジへ。他の滞在者と時間が被らなかったのか、年末年始だったからか、あまり他の宿泊者と鉢合わせがなかったです。ミンサー織りのしおりを作れる他にも、たこ揚げのタコを作れたり、いろんなアクティビティがありました。敷地内の道はくねくねしているのですが、まっすぐにしか歩けないマジムンという沖縄や奄美大島に伝わる妖怪が歩けないように曲がっているという話が背景にあるらしく、面白いですよね。インルームダイニングのランチではタコライスやさつま揚げのようなものを食べました。朝食メニューも含めて今回3日間の滞在でも同じメニューを何巡かしたので、もっと長期滞在だとメニューのバリエーションが欲しくなるかもしれないですね。冬でも窓を全開放できるのは最高です。ここでは年末年始にかけて3泊2棟借りて、一歩も敷地から外に出ず、文字通りゴロゴロして過ごしました。忙しくしていることが好きで、毎日がながら時間な性分の身としては、3日と言わず3分したらちょっと飽きてしまうんじゃないかなっていうのがもともと思っていたところだったんですが、実際に外界から遮断されてみたら、思いのほか家族と普段話さないようなことが話せたり、早寝早起きのリズムが整ったり、1年の目標を立ててみたり、旅行中も次何する、どこに行こうっていったことをあれこれ考える短期的な思考を落ち着かせることができた気がします。竹富島の星のやが長期滞在者が多いという理由が分かった気がしました。
ちなみにユンタクラウンジの周りには迷路のような小道があり、ザ・南国リゾートなくつろぎ空間が隠れるようにポツポツとあります。都市だと外で自然の中でプライベートな空間を持つというのが難しいですが、ここでは外で自然に囲まれながら自分たちだけの空間を楽しめるのがいいポイントだなと思いました。そんなこんなでゆっくり過ごせた竹富島。帰りもフェリーでお別れです。滞在中はあまりにゆっくりしていたので動画もそのまま放置していました。以上、今回は星のや竹富島のご紹介でした。